さて、あなたのガレージに突如現れた M4 シャーマン戦車。前回はですね、エンジンをかける前の出発前点検をじっくりと見てきました。はい。そして今回はついにこの30トンの鉄の塊に命を吹き込んでいくと。今回のミッションは始動編です。このマニュアルを頼りにいろいろエンジンを始動してこの巨体を動かすっていうのが一体どういうことなのか、その感覚とその裏にある思想まで一緒に掘り下げていきたいと思います。いやー、楽しみです。もし今回の内容が面白いと感じていただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よし、じゃあ運転席に座ってと、当たり前のようにキーを差し込もうとしたんですけど、あれ、鍵穴が見当たりませんね。そういえば戦車のエンジンをかけるのってよく映画だとスイッチを押したりしてますよね。やっぱり今の車みたいなキーは使わなかったんですか？そうなんです。キーはないんですよ。やっぱりないんですね。ええ。考えてみてください。砲弾が飛び交う戦場で、すいません、鍵をなくしたんで動かせませんでは、もうシャレになりませんから。はは、確かに。誰でもいつでもすぐに始動できること。これが最優先された、究極の実用主義なんですよ。ということは、セキュリティはそのガバガバだったり、誰でも乗り逃げできてしまうんじゃ。そこはですね、非常に原始的ですが、乗り込み口のハッチを外から南京錠でガチャンと。ああ、物理ロック。ええ、これで部外者の侵入を防いでいたわけです。なるほど、合理的ですね。ではエンジンのかけ方、ぜひ教えてください。はい、あなたが乗っているこの M4A2 型はですね、ディーゼルエンジンが2つ乗っているちょっと変わったタイプなんです。はい。で、エンジンのかけ方は3ステップなんですけど、それぞれにこれを忘れると死ぬかもしれないっていう落とし穴があるんです。いきなり面白くなってきましたね。まずバッテリーマスタースイッチ。はい。これを入れないとそもそも何も始まりません。車のバッテリーをつなぐようなものですね。なるほど。次に燃料バルブ。これを忘れるとエンジンはかかってもパイプの中の燃料を使い切った瞬間にガス欠で止まってしまうんですよ。わあ、適前で止まったらどうなるか。そう考えたくもないですよね。本当に。そして最後にスターターですけど、ここが一番の落とし穴なんです。ほう。この戦車はエンジンが2つある、つまりスターターモーターも2つあるということなんです。ああ、なるほど。もし欲張って両方いっぺんにかけようとすると、バッテリーに負荷がかかって故障の原因になっちゃう。へえ。だから必ず片方ずつかけるんです。そしてスターターを押す前に絶対に忘れてはいけないのがクラッチです。クラッチ。運転手の左足元にある一番重いペダル、これを一番奥まできっちり踏み込む。わかりました。バッテリーオン、燃料バルブよし、クラッチを踏み込んで、まず左のスタータースイッチオン、次は右のスターターを。かかりました。エンジンが命を取り戻した瞬間ですね。ただしすぐに動かしてはダメですよ。あ、そうなんですか。はい、少なくとも5分間800から1000回転でアイドリングさせてエンジンを温める必要があります。この時水温計を見て摂氏71度を超えないようにスロットルを微調整してください。なるほど。特に外気温が摂氏5度以下の寒い日はエアヒーターを使って吸い込む空気を温めてあげないとエンジンにダメージを与えます。へえ、結構デリケートなんですね。ただの鉄の塊じゃない。その通りです。さあ、水温も上がってきました。そろそろ動かしてみましょうか。はい。ではいよいよ。ハンドルがないんですよね。どうやって曲がるんですか？そこが戦車の運転の一番面白いところです。あなたの膝のあたりに2本のレバーがありませんか？ありますね。これですか？それが走行レバーです。ハンドルでありブレーキでもある重要な装置なんですよ。このレバーがハンドルとブレーキを走行レバーを引くとブレーキがかかるってことは、曲がりたい時には片方のキャタピラにだけブレーキをかけるっていうイメージですかね。そういうことです。戦車のキャタピラは車のタイヤのように向きを変えることはできません。はい。だから左右のキャタピラのスピードの違いを利用して自然に曲がらせるんです。スピードの違いですか？例えば右に曲がりたいとしますよね。はい。その時は右側の走行レバーをゆっくり手前に引く。すると右のキャタピラの動きが遅くなります。ふむふむ。
一方左側は元のスピードで進もうとする。結果としてスピードの速い左側が外回りに、遅くなった右側が内回りになって、戦車は滑らかなカーブを描けるというわけです。なるほど。無理やり向きを変えるんじゃなくて、あくまで左右の進む距離の違いで自然に曲がらせるっていう感じなんですね。なんかボートを漕ぐときに片方のオールだけ使うと曲がるのに似てるかな。その例えはすごくわかりやすいですね。じゃあまずはクラッチ操作ですね。マニュアル車の運転久しぶりだな。戦車のクラッチは特に慎重に扱う必要があります。この操作がスムーズでないとトランスミッション、つまり変速機にあっという間にダメージを与えてしまうんですよ。うわー、戦場の真ん中でギアが入らなくなったらもう終わりですよね。確かに。だからこそ平時からこれができるかどうかがプロとアマチュアを分けるんです。まずギアを一足に入れて、クラッチをゆっくりつないで、スロットルを少しだけ踏む。その調子です。でもこうやって動かしているとだんだん分かってきませんか？この30トンの鉄の塊がどれだけ無防備か。無防備ですか？走行は熱いのに。確かに走行は熱い。でもこんなに大きくて音がして開けた場所にいたら、敵からすればどうぞ撃ってくださいと言っているようないい的になってしまうんです。だからこそ実は攻撃する技術よりも先に生き残る技術をマスターする必要があるんですよ。なるほど。運転に慣れて興奮していましたが、確かに言われてみればそうですね。いい的だ。マニュアルの中で最もページが割かれ重要だとされているスキルの一つが地形の利用、つまりいかに見つからずいかに隠れるかです。実は臆病なくらい慎重に動けということですか？まさしく。例えば基本中の基本として稜線、つまり丘の出っ張りの一番上を越えるとき、絶対に全速力で突っ込んではいけないとされています。映画でよく見る丘の向こうから勇ましく登場するシーンですね。あの瞬間、戦車は空の青を背景にして、その輪郭、シルエットを敵前にはっきりとさらけ出すことになります。確かに。これはここにいますよと教えているのと同じです。まさに。正解な方法は、まず丘の手前で止まり、ゆっくりと前進して砲塔の頭だけ、あるいは車体の一部だけを乗り出して慎重に敵の様子を伺うこと。いわゆるハルダウンというテクニックですね。体全体を晒すのは敵がいないと確信できてからなんです。なるほどな。移動ルートを選ぶときも同じ考え方が必要になりますね。はい。峡谷や森、建物の影など自然の遮蔽物を必ず利用する。開けた場所は避けるか、避けられないなら一気に駆け抜ける。マニュアルにはこうあります。運転している間は常に今ここから撃たれたら瞬時にどこへ隠れるかを考えながら進め。うわー、すごいプレッシャーだ。常に逃げ道を探しながら進むと。そういうことです。それからカモフラージュ、偽装も重要ですよね。でもあんな大きなものをどうやって隠すんですか？ここにも驚くほど細かい指示があるんですよ。例えば戦車を木の葉で偽装する場合、その木の葉は毎日新しいものに交換することが重要だとされています。毎日ですか？大変ですね。大変です。でもこれをやらないと、しおれた葉が上空からの航空写真では周りの生き生きとした葉っぱの中で明らかに不自然に映ってしまう。なるほど。すぐに敵にバレてしまうんです。他にも偽装のために周りの草木をすべて刈り取って土がむき出しになってはいけないとか。隠したつもりがここに戦車がありますよっていう巨大な矢印になっていると。それから輪立ち、キャタピラーの跡も敵にとっては最高のプレゼントですから。どこから来たか丸分かりですもんね。どこへ向かっているのかも。だからできるだけ硬い地面を選び、輪立ちを残さないように走行し、砂ぼこりを立てないように穏やかに運転することも求められます。運転一つでそこまで考えるんですね。常に敵の視点から自分がどう見えているかを意識する。運転とは頭脳戦なんです。いやー、深いですね。今日の深掘りをまとめると、戦車の運転というのは単純なパワーではなくて、生き残るための細やかなメカニズム、臆病な場で慎重な戦略、地形の利用や偽装が全てということですね。物理的にこの鉄の塊を動かすことは始まりに過ぎません。本当のスキルはあなたを生き延びさせる、その戦術的な意識なのです。
うまく隠れることができたら、次はいよいよ攻撃です。次回は射撃編をお送りします。お見逃しなく。